はい、皆さんこんにちは。ニオです。今回はですね、アドスキルの効果について話していこうと思うんですけれども、武器スキルは、他のスキルと重複するのかどうかというのをね、検証していこうかなと思います。というのもですね、ダイブカードやアペンド DNA のスキルの場合って、基本的に同じ名前だと効果は重複しないという、ことなのですが、武器スキルはどうなのかと、一応ね、同じ名前のものがあったりするのでね、プロミネンスのこのプレイヤー特防とかね、こちらに関してはですね、1、2、3というね、レベルの表記がないため、別物かなとは思われるんですが、一応ね、こちらも見ていきましょう。そしてそれにプラスして、サブで持った時に、このアドスキルはね、効果を発動するのかどうかなどをね、そういったところもね、今回話していきたいと思います。ちなみにアドスキルの耐性系のスキルに関しては、多分特別扱いでですね、サブで持っていても発動しますので、そちらに関しては安心してお使いください。はい、それではですね、まず状態異常特攻についてやっていきましょう。でこちらのね、ヘルガトリングを使います。アドスキルに減速特攻があるので、これがね、サブでも乗るかどうかみたいな感じをね、やっていきましょう。はい、それではロックマンを使ってね、減速特攻についてやっていきましょう。今はですね、サマーペンギーゴを2枚刺して減速特攻が 14% ある状態と、ヘルガトリングで減速特攻 14%、合計 28% の減速特攻があるわけなんですが、最初に普通のリーフシールドを当ててみましょう。3117ですね。はい、それでは減速状態でね、ダメージを与えてみましょう。3990ですね。はい、ということでね、こちらは計算してみますと、ヘルガトリングの減速特攻とダイブカードの減速特攻はどちらもね、乗っている状態の数値になりましたので、こちらは、重複可能ということですね。やっぱり武器スキルの方は1、2、3というレベルの表記がないので、これは別物のスキルと考えて良さそうですね。はい、それでは一応やっておくんですが、メインはヘルガトリングなんですけど、サブのね、パワーパンチャーには減速特攻はついてないんですけれども、これでやってみましょう。3553のダメージですね。今の数値をね、計算してみますと、やっぱりね、ヘルガトリングの減速特攻は、乗りませんね。ということで、やっぱり武器を持っていないと、特攻は乗らないですね。はい、お次にプレイヤー特防なんですけれども、まずはね、IC ペンギー号を2枚刺した状態のプレイヤー特防 14% の状態で、攻撃を受けてみます。プロミネンスはまだね、つけてない状態でね、素のダメージを見てみましょう。2445になりますね。はい、お次にメインをプロミネンスにしてプレイヤー特防を発動させていきましょう。はい、プレイヤー特防がついている状態を確認してみましょう。はい、2104のダメージになりましたね。はい、こちらの数字を計算すると、だいたいね 12% プラスプロミネンスの防御スキルかなが働いて、よりねダメージをカットすることができていますね。つまりここではやはり、ダイブカードと、武器スキルは、ちゃんと重複しているという感じですね。で一応ですね、こちらはメインに持ってるのでダメージを軽減しているんですけれども、今度は、カーネリオンをつけて、プレイヤー特防が乗ってるかどうかを確認してみましょう。2131。これは乗ってますね。はあはあはあ。プロミをメインに持つと、プレイヤー特防はサブ武器にも反映しているということですね。この多少数字が変わっているのは、おそらくね、プロミネンスの防御スキル、防御力がアップするっていう確かスキル4でね、あったと思うんで、それが抜けてる状態でしょうかね、きっと。メインに持つとサブにも反映されるんですね。ほうほうほう。それでは、逆のパターンでやってみましょう。はい、それではお次にメインをカーネリオンにして、セイバーですね、サブにプロミネンスを置いてみます。はい、それではまずカーネリオンのダメージを見てみましょう。2477。これはプレイヤー特防はついていないですね。そしてプロミネンスに持ち替えると2104。はい、これは軽減してますね。やはりサブ武器に持つと
プレイヤー特防は、反映されないということですね。持ち替えないとね。メインをプロミネンスにするとサブ武器に変えても、プレイヤー特防は働くということですか。なかなか面白い結果になりましたね。メインのアドスキルはサブにも反映されるということならば、サブの武器をサドンハザードにして準強適性がね今ついてるので、これをサブにしてメインをプロミネンスにしたらこの2つのねアドスキルが発動するということなのかなという感じなんで、ちょっと試してみましょう。はい、それではメインをプロミネンスにしてサブに、サドンハザード準強適性になります。じゃあまずはプロミネンスのダメージ、プレイヤー特防がついてるダメージですね。これは2104と前と同じなんですけども、サダンハザードで準強適性が入ってる状態はどうだろう。1843。1843ですね。はい、ということで、サドンハザードの準拠適性も載っているということで、メインのスキルとサブのスキル、両方ね、合わさることができましたね、サブの場合は。なのでちょっと面白いことになるんですけども、メインで持ってるより、サブの武器を持っている時の方が、アドスキルを2つね、発動できているということになっております。なかなか面白い結果になりましたね。はい、そうしたらですね、今度はプレイヤー特攻もね、試してみましょう。今、私、ダイオバイダーが、違う。今私バイオダイバーがね、プレイヤー特攻になっているんですよ。これねアドスキルが。なのでこれもちょっと試してみましょう。はい、ではまずね、何もダイブカードを装備していない、そのリーフシールドで試すんですけど、リーフシールドは2回装填できるものはつけているんですけれども、それ以外は何もついてないものを持っております。でこの今持ってる武器も特に攻撃力に干渉しないものなので、これでねやってみましょう。素の攻撃力を出していきます。3117、3117ですね。はい、それではバイオダイバーの、プレイヤー特攻 12% が乗った状態で、リーフシールドを打ってみましょう。この状態だと、プロミネンスの場合はプレイヤー特防がサブにもついてたんで、プレイヤー特攻はねサブの方で働くのかどうかっていう感じですね。まずはバイオダイバーで、これはね 12% 乗ってると思うんで、よいしょ、3491ですね。はい、この数値は 12% 乗った値になります。そして武器を切り替えた状態で打ってみましょう。3117。3117ということはプレイヤー特攻が乗っていないですね。なるほど、プレイヤー特防は、乗るんですけど、プレイヤー特攻はサブには乗らないみたいですね。なるほど。つまり、特防系とかそういった防御系のスキルは、メインとサブに乗るんですが、攻撃系のスキル、状態異常特攻の攻撃とかプレイヤー特攻とかのダメージを増やすものは、メインとサブには、メインにしていてもサブには影響しないということですかね。はあ、分類的にはそういうことなのかな。ちなみにですね、こちらのマッコーバークスのスキルであるこのアドスキルではなく、こちらのね、6つのスキルの方なんですけれども、これのこの移動速度が遅くなった目標に命中するときダメージが 10% 上昇というね、こういったスキルもですね、メインで持つとサブには反映されないので、アドスキルと同じ扱いだと思います。ただこちらのライフアップとかは、反映されているんじゃないかと思います。サブでも。サブに持つとこのダメージ 10% アップと、このダメ率 5% っていうのが多分反映されてなくて、こちらのライフアップとかだとこうメインとサブと書いてあるので、サブでも反映されるというような感じになっております。はい、いかがだったでしょうか。大体ね想定内の結果ではあったんですけれども、一点面白い発見がありましたね。まとめますと、武器スキルはパッシブスキルやダイブカードの効果、アペンド DNA などには干渉しないものになっております。つまりね、重ね掛け可能というか重複可能ってことですね。状態異常特攻やプレイヤー特攻などの与えるダメージがねアップするスキルは、持っている時にしか発動せず、メインで持っても、サブには反映されないということですね。これは結構共通の認識だったと思うんですけれども、
で最後のこのプレイヤー特防や準強適性などの防御のアドスキルはメインで持つとサブにも反映されるっていうのがね、なかなか面白かったですね。したがってメインサブで防御アドスキルにするとサブ武器を持っている時の方が防御力が上がるというね、なかなか面白い結果になりました。アドスキルをね、防御で固めるならば、サブ武器で被弾しに行った方が硬くなるというね、なかなかPS を感じる面白い動きができるのではないかと思いました。ぜひね、いろいろ戦略を練って、お得に各種スキルを使いこなしてみてください。何かね、ご指摘あればコメント欄の方でよろしくお願いいたします。それでは今回の動画はこの辺で、次の動画でお会いしましょう。